皆さん、こんにちは。はじめまして、ポンタと申します。先週ですね、Amazon ゲームズが開発しているニューワールドのオープンベータテストがありまして、3日間ともライフスタッフを触ることができましたので、今回はですね、ヒーラーの操作方法について簡単に説明していきたいと思います。実はですね、7月にも2週間程度のクローズドベータテストがあったんですが、その時はずっとタンクやってましたので、OBT の短い間しかヒーラーができなかったので、今回はですね、初心者向けの動画構成になってます。ではまず最初にアトリビュータから見ていきたいのですが、今回は PVE のみだったので、フォーカスにポイントを全部振っています。こんな感じで50ポイントごとにボーナスがつくので、もしフォーカス以外のステータスと配分するときは、50ポイントを目安に振るといいかもしれませんね。で、次に武器なんですけれども、メインのライフスタッフにはダイヤモンドのジェムを入れています。これはHP がフルの時にダメージと回復にボーナスがつくので、ヒーラーっていうのは必ず離れたところにいて、ダメージを受けないようにした方がいいかなと思います。で、今回はティア3のジェムだったので、プラス 9% のボーナスだったんですが、ティアが上がるごとにこのパーセンテージも増えていきます。で、サブ武器なんですけれども、今回はソロプレイも考えていたので、ウォーハンマーにしたんですが、完全にヒーラーに特化するのであれば、アイスガントレットの方がいいかなと思います。で、サブ武器にも必ずフォーカスがついているものを選びましょう。これもライフスタッフの回復量に反映されます。で、ジェムはですね、アンバー入れてました。これはですね、ダメージ全体の30%を武器もしくはフォーカスのどちらか高い方のステータスが反映されて、さらにダメージ属性がネイチャーに変換されます。ちょっと何言ってるかわからないと思いますので、実際の動画を見てみましょう。こんな感じで左側に表示されているのが、今回はハンマーなので、STR に基づいたストライク属性のダメージ。これが70%分で、右側がフォーカスに基づいたネイチャー属性のダメージ。これが30%分になります。で、よく勘違いされやすいのが、この変換された分っていうのは、あくまで全体の30%なので、単純に何もつけない時と比べてプラスされるわけではないです。これもデムのティアが上がるごとに変換のパーセンテージも上がっていきます。で、ヒーラーって基本的にフォーカスに振っていると思いますので、サブ武器を使って DPS を出すのであれば、実質このジェムしか選択肢はないかなと思います。で、次はですね、防具なんですけれども、基本的にフォーカスが上がるものを買うといいと思います。ジェムはですね、今回パーティープレイ用にスレートを下げるカーネリアンをつけています。ただ、ソロとか PVP 主体でやるのであれば、物理とか魔法防御が上がるジェムもあるので、状況に応じて装備を変えた方がいいかなと思います。あと、装備の重さなんですけれども、今回は手と足だけミディアムにして、全体で13を超えないようにしています。13以下の質量であれば、全体でライトになって、TPS と回復にボーナスがつきます。で、さらにですね、どっちロールができるようになるので、これが結構大きいと思いますね。次にスキルを見ていきましょう。まず基本となるのが武装部ですね。これはマナ消費せずに弱攻撃と強攻撃ができるので、必須レベルと言っていいと思います。あと、右下に行って、ブレスフルタッチ。これも必要になってきます。これは弱攻撃や味方を通過するときについでに回復するので、パーティープレイで特にやることがなければ、弱攻撃連打でもいいかなと。次はセイクレットグランドですね。これはグランド設置型の範囲ホットなので、複数にまとめて回復ができて、とてもコスパに優れています。で、次はビーコン。で、これはですね、先ほどのセイクレットグランドと同じような範囲ホットなんですけども、ビーコンはモブとかプレイヤーに当てることができるので、中心を動かせて、漏れなく回復ができるので、非常に優れたスキルですね。ただちょっとリキャストが34秒と長いので、状況に合わせて、見極めて使う必要があると思います。ビーコンもですね、地面に対して撃つことはできるんですが、自分を対象にすることはできないです。で、基本的にですね、この2つのスキルが必須になってくるんですが、残りの1つは完全に好みだと思いますね。で、僕はライツエンブレスを使っています。これはシングルターゲットなんですけれども、瞬間的な回復力があるので、基本的に先ほどの2つのスキルを使用して、それでも回復が間に合わないときは、緊急手段的に使うことになると思います。で、今はですね、レベルが低いので9ポイントしか触れてないんですけれども、マスタリーレベルが上がれば最終的に20ポイントまで触れるようになります。では、次はですね、実際にスキルの使い方について説明したいんですけれども、その前に、セッティングを見ておきましょう。
左側のですね、ゲームプレイのタブから、真ん中の方にヒーラーに関する項目があります。で、一番上のターゲットヒーリング、これ必ずオンにしておきましょう。あとはお好みなんですけれども、一番下のグループモードはですね、もし領土戦とか大人数の PVP とかでパーティーを組みながら他のプレイヤーをターゲットする必要があるならオフにしておいた方がいいと思います。では実際にスキルの使い方について説明します。まずはセイクレットグランド。これはスキルボタンを押すと自分が向いている方向にいるプレイヤーに自動でターゲットされます。さらにマウスカーソルでターゲットが循環して最終的な地面指定になるんですけれども、最初から地面に設置したい場合はマウスの中クリックをします。でマウスの右クリックを押すとキャンセルすることもできます。実行するときはもう一度スキルボタンを押すか、もしくはマウスの左クリックでも大丈夫ですね。で、パーティープレイの時って結構他のエフェクトとかプレイヤーとかモブとかでごちゃごちゃになるので、ちょっと落ち着いてからタンクにターゲット合わせて使うのが一番早くていいかなと思います。で、次はビーコンですね。これはエイムが結構シビアで、ちゃんと当てないと遠くの方で地面指定になっちゃうので、なるべくプレイヤーの近くに行って当てるか、もしくは止まってる状態で当てるか、あとは大型のボスなんかだと当てやすくていいですね。最後にライツエンブレイス。これも同じくマウスカーソルでターゲットを変更することができます。マウスの中クリックを押すか、スクロールが一周すると後ろでターゲットを合わせることもできるんですけども、多分使えません。コントロールボタンを押すと自分にターゲットヒールすることもできます。今回は以上になりますが、ライフスタッフを使ったハイライト動画を概要欄に貼っておきますので、もしよろしければそちらも見ていただけると嬉しいです。ここまで動画を見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。